通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ポケモン GO からの話題になります。先日アメリカフロリダ州のオーランドでこのポケモン GO の地域大会が開催されたんですが、ここで一人の選手がね、勝利時に大喜びをしてしまったため、その勝利を取り消されてしまったというんです。で、この判定、あまりにも厳しすぎるんじゃないかということで、コミュニティが大炎上していたんですが、今回ですね、これに対し、オフィシャル側が声明を出すことになりました。果たしてこの判定、覆ったんでしょうか。本日はこのあたり、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、悲しそうですね。先日ね、アメリカのフロリダ州で、このポケモン GO をめぐるね、吸ったもんだがありまして、現在ですね、この審判を巻き込んで、大炎上してしまっているんですね。で、どうやらですね、選手側とオフィシャル側、かなり言い分も食い違っておりまして、もう収拾がつかない状態になってしまっています。ではまずね、一体どこで何が起きたのか。ポケモン大会での不公平な判断にコミュニティが激怒。4月5日、オーランドでポケモン GO 地域大会の決勝が行われた。選手のファイアスター73は実力で試合に勝利したが、その後、大会選手が彼のこれを祝う姿をスポーツマンシップに反する行為と判断したため、勝利は取り消された。その結果、タイトルは対戦相手に与えられた。この決定に対しコミュニティでは怒りと困惑の声が広がっている。ということでね、その舞台になりましたのがこちら、プレイポケモンと言いまして、これはね、ポケモン公式の大会や、様々な競技をね、運営するプログラムになっています。例えば、そのカードゲームだとか、その他のゲームソフトですね、あとポケモン GO とか、こういったゲームの大会ルールを制定したり、あと地域大会だとか世界大会、こういったものの開催を担当していると。で、今回ですね、この中で、ポケモン GO の地域大会ですね、これがアメリカのフロリダ州、オーランドで開催されました。そしてここに、ファイヤースター73という選手が参加しておりまして、そのゲームでね、彼は勝利を収めることになるんですが、で、この時に彼はね、自身のヘッドホンを取って、目の前のテーブルにそれをね、ドンと強めに置く。投げ捨てるまではいかないですが、それを置いてね、そしてよっしゃーと大喜びするわけですよ。すると審判がですね、これをスポーツマンシップに反する行為だとして、その勝利を取り消してしまったというんですね。で、この大会というのはですね、賞金がかかっていたと言われておりまして、もうこんなので取り消されたらたまらないでしょ。現在はこの選手がオフィシャル側に抗議をし、さすがにこの判定はないだろうということで、コミュニティが大炎上していると。こういった流れになっています。で、この時の模様がね、こちらに投稿されているんですが、このね、右側に見えているのが、ファイヤースター73。この人がこのゲームで勝利するんですね。ファイヤースター73は第5戦に勝利し、オーランド地域大会を制した。だが、この時の行為が、スポーツマンシップに反すると判定され、ゲームロスとなり、NTC、これ相手選手ですね。NTC に勝利が与えられた。ことは失っているし、ファイヤースターが本当に気の毒だ。ということでどうですか？これね、右側の選手になりますが、これでね、この選手、せっかく勝ったのに、この勝利を剥奪されてしまったんですね。で、さらにこの下にね、もう少しね、わかりやすい場面というのがありまして、こちらですね。これがヘッドホンが机に当たる瞬間をクローズアップした映像です。いうことなんですが、実際どうですか？この映像だけを見る限り、ちゃんとね、相手に向かって、しっかり握手もしてるでしょ。相手が握手を求めてるのに無視してるとか、勝った上でまだ相手を挑発するとか、そういうのを見られないんで、ここだけ見ると、これかなり厳しい判定だよなと思ってしまいますけどね。いかがでしょうか？この行為によりこの選手というのは、この勝利を剥奪されてしまうんですね。で、その後ですね、彼はこちらにありますが、これね、Google ドキュメントで共有されてるんですね。この4ページにわたるですね、もう長いお気持ちを表明します。ここではね、何を言っているかと言いますと、ちょっとね、要約しますが長すぎるんで、勝利直後にね、やったーとやる行為。これは自分だけではなくって、過去の大会でも他の選手がやっているんだと。で、100歩譲ってこれに問題があったとしても、ルール上はね、警告レベルであって、試合結果を覆すような、そんな重いルール違反ではないんだと。で、今回の判断にね、悪意があるとは思わないけども、こういったね、コミュニティの慣習というのを十分知らなかったんでしょ？で、それはそれでね、分かった。いいから、今回の決定は覆してくださいと。このように訴えてるんですね。で、これを受けましてですね、こちらのプレイポケモン。それは大炎上します。とつられまくってしまうんですね。そして今回、このようになりました。ファイヤースター73が Fires Back。プレイポケモンがオーランド地域大会の失格処分を正当化した後。ということでこちらですね。Fires Back とあります。こちらが本日のキーワードになります。言われたことや起きたことに対し、素早く反応すること。ということでね、こちらの Fireback というのは反撃するという意味になります。
以前ね、このチャンネルで、クラップバック。これも同様に反撃するという意味ですが、勉強しましたよね。その相手に言われたことに対してそれをうまく言い返すことで、相手に送られた拍手を取り返す。これもね、反撃するという意味でした。で、今回のね、ファイアバックというのは、そことはまたね、少しニュアンスが違いまして、うまく言い返すというよりは、何か言われたことに対してね、素早く反論する。こういった意味になるんですね。で、ここにもね、トゥクイックと言ってありますが、このね、素早くというのがポイント。これニュースなんかでもよく使われますので、覚えておいてください。ということで、こちらは、ファイヤースター73が反撃。プレイポケモンがオーランド地域大会の失格処分を正当化した後。ということで今回の騒動を受けまして、このね、プレイポケモン側、これに対しての声明を出しました。プレイポケモンはオーランド地域大会の騒動について言及。試合後の行動が話題となったファイヤースター73から、ポケモン GO のタイトルを剥奪したペナルティを撤回しないことを確認した。4月21日に発表された声明の中で、同社は審判団がこの件を再検討した上で、大会中に下された裁定を支持したと述べている。ということで今回ですね、この騒動を受けてね、オフィシャル側が改めてこれを審査した上で最終決定というのを出したんですが、なんとこの決定覆りませんでした。こちらがね、プレイポケモン公式アカウントですね。オーランドポケモン地域大会に関する声明ということで、それがね、こちらになりまして、一体ね、ここでは何を言っているのか。で、今ね、今回の件に対して皆さんがね、疑問に思っているというのは理解していますと。そして皆さんに追加の情報をお伝えしますと言ってるんですね。これが何なのか2つありまして、まず1つ目は、今回の件とはね、別の試合で、同様の形でね、ヘッドホンがテーブルの上に投げられて、その後のプレーがね、継続できなくなってしまった事例があったんだと。そして2つ目、今回問題となっているね、グランドファイナルの試合で、これね、とある選手がと言ってるんですが、これはおそらくファイアスター選手のことを言ってるんでしょう。ある選手が、テーブルを揺らして警告を受けているんだと。これが妨害行為としてね。で、その選手はね、また別の試合でもテーブルを揺らして、この配信自体に支障をきたすレベルになっていたんだと。で、この繰り返しが積み重なり、今回のペナルティがゲームロスで引き上げられたんだ。このような釈明をしているんですね。つまり、ヘッドホンをね、ドーンと置いて、よっしゃーってやったことだけが問題じゃないんだと。こういうわけだったんですよ。なんだけども、早速ね、これに対して、コミュニティノートがついておりまして、ファイアスターはテーブルを揺らしたことで警告は受けていません。マカニは、これの先ほど言っていた別の試合でね、ヘッドホンを投げたとされている、この選手ですね。マカニは、ヘッドセットを投げたことでゲームロスを受けたが、異議申し立てを行うことはできませんでした。トーナメントルールハンドブック第 4.3 節では、異議申し立てが認められています。ということで、このね、ポケモンコミュニティは現在ですね、このオフィシャルに対し、この声明の食い違いというのをぶつけていると。こういった状態になっているんですね。さらに強硬な姿勢を取るなんて、正気の沙汰とは思えない。自分たちが愚かな判断をしたと認めるくらいなら、何でもやるつもりなのか。あの行為が競技の公正性に影響することはない。少なくとも権力を振りかざす審判ほどではない。この判断は、プレイポケモンの全てのイベントをボイコットするに値する。これは、プレイポケモンに対する印象を今後ずっと変えてしまうと思います。自分はステージの目の前で実際に見ていたし、今回の処分に値するようなことがあったとは思えません。それをあったかのように思い込まされるつもりもありません。観客が10フィートの距離から見ても問題がわからなかったのなら、そもそも問題なんてなかったはずでしょう。ということで今回の声明を受けましてですね、この公式、さらなるバックラッシュにさらされていると。こういった状況になってるんですね。で、これに追い打ちをかけたのは、何もね、選手やコミュニティだけではありませんでした。なんとですね、このポケモンの審判が、これ別の方ですが、オフィシャルを非難し始めたんですね。ポケモンの審判が、ファイアスター73のオーランド大会での裁定を批判した後、ディスコードからバンされたと語っている。ね、不穏な話でしょ。今すごいことになってるんですね。で、この方ね、今回こちらでインタビューを受けておりまして、ポケモンカンパニーの社員とか、そういう立ち位置ではないんですね。このコミュニティから出ている、認定をもらってる審判みたいな、そんな立ち位置です。で、彼は今回のね、ファイアスター73を擁護しておりまして、オフィシャルを批判しているんですね。するとこの後どうなったのか、このように主張しているんですね。私は今、ポケモンプロフェッサーのディスコードからバンされました。このね、ポケモンプロフェッサーというのは、このポケモン公式大会やイベント、これを支える認定スタッフ制度のことです。ここからバンされたと。この件に対する自分のメッセージは全て削除されました。プレイポケモンからの処分メールが届いたらまた報告します。ファイアスター73、君が勝つべきだった。これについて黙るつもりはありません。ということでですね。あくまでもね、認定スタッフということにはなりますが、このポケモン公式、なんとですね、今回の裁定に不満を表明する審判を追放してしまったと。このような泥沼の争いに発展してしまっているようです。で、先ほどもありました通りね、今回の声明を受けまして、このね、ファイアスター73さん、ファイアバックしておりまして、現在もですね、このオフィシャル対コミュニティ、
バチバチやり合っていると、こういった状態になってしまっているんですね。はい、ということで本日はですね、先日開催されましたオーランドにおけるポケモン GO の地域大会、ここで勝利後の行動が問題視されてしまった選手がその勝利を剥奪されまして、現在も公式対コミュニティで大きな騒動になっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。実際いかがですか。先ほどもね、今回の件の映像見ていただきましたが、そもそもあれ単体で見る限りは少なくとも僕たちには問題があるようには見えませんでしたね。相手に敬意を書いているようにも見えなかったので、あれだけ見るとね、かなり厳しく見える。オフィシャルが言っているように、そこまでの積み重ねがあったのかというと、結局これもね、言った言わないの話になっちゃってて、もうちょっとね、第三者では判断つかないような状態になっちゃってますよね。とはいえね、選手にしてみたら、賞金がかかっていることですので、おそらくね、今後もまだまだ揉めそうですね。もし何かしら進展ありましたら、多分覆らないとは思うんですけどね、またお伝えできるかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。